どうもトレインアウトドアです。私はアウトドアが好きで CT125 ハンターカブでキャンプツーリングによく出かけております。今回はちょうど先日キャンプに行ってきたので、その際に使用したキャンプギアをメインにソロキャンプツーリングの装備を紹介したいと思います。最初に装備を紹介して最後にシートバッグへの収納と積載も合わせて説明しますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしております。では早速ですが、まずはテント、タープ、ポール、ペグです。テントは時期やキャンプ場によって使い分けていますが、今回は時期が晩夏でまだ暑かったこともあり、先日購入した DD タープと DD ハンモックを使用しました。こちらの動画で初めて使用したのですが、通常のテントと比べると収納サイズが圧倒的に小さくなり、積載に余裕ができました。またハンモックにはウーピースリングとスリーブもつけているので、設営もかなり簡単にできました。タープは風に弱く、ハンモックは木がないと使用できないのがネックですが、2つ持って行っておけば最悪木がないサイトだったとしてもタープを使用して寝ることができます。2つを組み合わせるとこれぞ男のロマンっていう感じがしてとても気に入っております。ちなみにタープを張らずにハンモックだけを使用した場合、設営が5分ぐらいで終わるので、普通のテントに飽きてしまった方には非常におすすめです。ポールはフィールドアの伸縮式アルミテントポールを使用しています。DD タープは張り方が複数あり、それぞれ必要になるポールの長さが異なりますので、可変式のポールを購入しました。私はハンモックと合わせて A フレームという張り方もしたかったので、ポールが2本必要となり、軽量でかつ2本セットのポールは高いので、安価なこちらを購入しました。事前に積載できる長さを測り、姉妹寸法をチェックして購入するのが良いかと思います。また、あまり高さが必要ないという方は、既存のテントのポールを代用することも可能かと思います。私の場合はコールマンツーリングドーム LX の跳ね上げ用ポールとして購入した DOD のポール、あるいは5日のタープのポールでも張り方によっては対応可能です。ただこれらのポールは高さの調整が難しかったり、かなり重量があったりしますので、どんな高さにも自由自在に変えられる伸縮ポールがおすすめです。ちなみに今回のキャンプ場は地面が柔らかいことを知っていたので付属のペグを使用しましたが、普段はスームルームのチタンペグを使用しております。このペグは軽量安価で、ある程度地面が硬くても刺すことができるので非常におすすめです。またタープに必要なロープは事前に家で長さを調整し、断面を火で炙ったものを持っていくようにしています。こちらはフューチャーフォックスのグランドシートです。これはパラフィン加工されていて撥水性が高く、色が森にマッチするのでよく持って行っております。結構重量があるのと貼るテントによっては必要ないので、そういった場合は置いていくか、代わりにネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントに付属されている軽量なグラウンドシートを持って行っております。ちなみにこれはバンドックのソロベースのグラウンドシートとして使用するとサイズがぴったりです。続いては寝具類です。寝袋はナンガとサンデーマウンテンのリミテッドシュラフ SF600 です。春と秋は基本的にこちらを使用しております。加減温度が0度ですが、以前はマイナス9度でこちらを使用したこともあります。寒すぎて死ぬので良い子は真似しない方がいいと思います。また0度でも使用したことはありますが、かなり寒かったので冬キャンプ用にはもう一段上のナンガ3点オーロラテックス 600DX を購入して季節に応じて使い分けております。また調整用としてネイチャーハイクのインナーシュラフも一応持って行っております。これは季節に応じて夏で暑い時はこれ1枚で、寝袋だけでは寒いなと感じた時にはインナーシュラフとして使用しております。これは非常にコンパクトでバッグの隙間に詰め込めますし、シュラフの中の汗や汚れが気になる方にもおすすめです。マットはサーマレストの Z ライトソルを使用しております。ハンモックの場合はこれがなくても寝れますが、寒かった時のために一応持って行っております。これはかさばりますが非常に軽いですし、R 値も2ありますので底冷え対策にもなります。ただそろそろ小さいエアマットを買ってさらなる寝心地を求めてもいいのかなと思っておりますので、もしおすすめの小さいエアマットがあればコメントで教えてください。椅子はヘリノックスのグランドチェアです。やはりこれは何といっても小さい上に軽い、それでいて座り心地も提供してくれる素晴らしい椅子です。ネックなのは起き上がる際に多少力がいることと値段が高いことですが、それでもこの重量、コンパクトさでかつ見た目もかっこいいのでとても気に入っております。キャンプツーリングの際は大きめのテーブルを持っていくのが難しいので、ロースタイルが基本になるかと思います。このグラウンドチェアは小さめの焚き火台やテーブルにも合うので、キャンプツーリングにはもってこいの椅子です。こちらは外のフィールドホッパーです。やはり机はある程度大きさがあると荷物になりますので、ミニマムサイズを使用しております。机は最悪木や石を代用したりできますし、私の場合はワックのソフトクーラーボックスも机の代わりとして使用できるので、これくらいがちょうどいいですね。
組み立てのギミックがかっこいいですし、グループキャンプ以外のキャンプではどんなキャンプスタイルでも基本的には持っていくギアです。L サイズもありますが、重量がある程度ありますので、あまり積載重量を増やしたくない方は M サイズでいいかと思います。ちなみにホールアースのヒートレジスタントテーブルも持っていて、まだ積んだことはないんですが、ハンターカブの場合はこれくらいの大きさのものであればおそらく積めちゃいますので、キャンプスタイルによっては使い分けたいと思っております。続いては火器類です。今回は100均のソロストーブを使用してみました。こちらをロゴスの焚き火シートと合わせて使用しております。焚き火台は他にもロゴスのピラミッド焚き火台と東京クラフトのマクライトを持っています。マクライトは小さくて軽いので普段はそちらを使用しておりますが、今回は焼き鳥とサンマを炭火で焼いてみたかったのでこちらを使用しました。もともと小さいストーブは使い勝手が悪いかなと思っていたんですけれども、実際に使ってみるとコンパクトさがかなり病みつきになりますね。これだけ小さくて1000円ですので、積載が限られているバイクの方にも重宝されるかと思います。ミニマムでかつ武骨さを求めるなら、ブッシュクラフトエッセンシャルさんのブッシュボックスがいいなと思って Amazon を見たんですけれども、高すぎたので現在購入を保留しております。こちらは外のスライドガストーチです。マイクロガストーチは先が伸ばせないので使い勝手が少し悪いのと、この後紹介するアミカスが OD 管を使用するタイプなので、CB 管を使うバーナーを使用するとガス管が2つ必要になり、積載を圧迫するのでこちらを使用しております。登山などで高所に行く際はガスが出ないことがありますが、それ以外では問題なく使えております。ガスが充填式なので100均のガスで繰り返し使用することができ、ガスの残量も目視で確認できるのが非常にいい点です。火力もそれなりになりますので、ある程度湿った薪や落ち木を燃やすことも可能です。合わせてファイヤーライターも一応持って行っております。これは通常のマッチと違い、一度すると5分程度燃え続けてくれますので、着火の失敗を防ぐことができます。今回の装備には入れておりませんでしたが、野営やブッシュクラフトを楽しむときは火打ち金と火打ち石を使用したりと、キャンプスタイルに合わせて使い分けております。バーナーは外のアミカスです。こちらは ST03 と違って CB 管ではなく OD 管に接続する点、ある程度風にも強い点、小さい点、安い点が特徴です。風に強いウィンドマスターや五徳の安定感がある ST03 もいいですが、よりコンパクトにコスパよくギアを集めたい方にはとてもおすすめでございます。風が強かったり朝時間がなかったりして焚き火ができない時でも火力が強くすぐにお湯が沸いて調理ができるので必ず持っていくようにしております。他にもバーナーを出しているメーカーはたくさんありますが、火器類は万が一の時には大きな事故にもつながりますので、安全性を考慮してしっかりと規格を守っているある程度名の知れたメーカーから購入するのがいいかと思っております。調理器具はその都度作る料理に合わせて変更するのですが、今回はソロストーブを使って食材を網焼きすることを想定していたので持っていったものは少ないです。こちらは100均で購入したメスティンでございます。メスティンは焚き火の高火力で使用すると穴が開くことがありますので、直火で料理をしたいときはパスファインダーカンティーンクッキングセットやロゴスのミニフライパン、スノーピークのアルミパーソナルクッカーセットを使用しております。メスティンは底の面積が狭いので五徳のキャパを圧迫しないのがいいですね。中に物を入れてスタッキングすることができ、荷物の積載を節約することも可能です。こちらはユイフハーのケトルでございます。中古のアウトドアショップに行ってたまたま見つけた商品ですので読み方がわからずすいません。ケトルはお湯を沸かすかレトルトを温めるくらいしか用途がないので、普通の調理器具と兼用で使用した方がいいんですけれども、なんか可愛くて持っていっちゃうんですよね。ソロ用のケトルであればかなり軽いですし、そこまでかさばらないので私はよく持って行っております。ちなみに持ち手は緑色のグリップがついておりましたが、焚き火でも使用するのでこちらは剥がしております。これも結構気に入ってはいるのですが、トランギアのケトルがやっぱりかっこよくてずーっと買うか迷っております。でもこいついるしなー。こちらはスノーピークの和吹きです。箸は割り箸でもいいっちゃいいのですが、やはり好きなギアを使ってキャンプを楽しみたいなと思っており、箸を探していたところ友人にプレゼントでいただいたものでございます。これは分解できる箸で真ん中で2つにした後、半分を上部に収納することができ、ここまでコンパクトにすることができます。見た目もおしゃれですが小さくなるのでバイクでのキャンプにはもってこいだと思います。こちらは100均で購入したトングです。床に置いても先端がつかず、とても軽くて使いやすいので様々なものを掴むのに使用しております。箸に加えてこういったものが一つあるとかなり衛生的でキャンプがより快適になると思います。こちらはスノーピークの先割れスプーンという商品でございます。これも先ほどの和吹きと一緒に友人にいただいたもので、先っぽが割れているのでスプーンとフォークを兼用することができます。こちらはスノーピークのチタンマグです。
チタンなので非常に軽量な上、450ml の場合は飲み物だけでなく汁物にも使えますし、取っ手を畳むこともできますし、中に物をスタッキングできますので、軽量化を目指している方にはとてもおすすめです。見た目もとても可愛らしいのでとても気に入っております。よりコンパクトを目指すのであれば 300ml でもいいかとは思います。こちらは100均で購入したシェラカップです。シェラカップはなくてもどうにかなりますが、あると便利なので持っていくことが多いです。先ほどのスノーピークのチタンマグと一緒で、積載を圧迫したくないので、こちらも取っ手が折れるものを使用しております。こちらはコーヒーセットでございます。コーヒーセットは徒歩キャンプの際は重量を気にするので持っていきませんが、バイクキャンプの際は小さければそこまで重量は気にしないので持っていくことが多いです。リバースのコーヒーボアセットはシリコン製で洗いやすく、見た目もおしゃれですが、収納するときに少しかさばるので、コンパクトにしたい方は100均にも売っているような折れるタイプのドリッパーがおすすめです。コーヒーミルは2000円ほどで売っていた格安のものでございます。メーカーがどこだかわかりませんが、問題なく使えております。ただ使用感に少し気になるところがあるので、いつかちょっと高いコーヒーミルが欲しいなと思っております。こちらはカリタのキャニスターです。これは少しサイズが大きいのでコンパクトとは正直言い難いです。もう少し小さいサイズのキャニスターを探しておりますが、現状あまり気に入るものがなく、これが見た目も好きなので持って行っております。どうしても袋の状態から一度封を切ってしまうと酸化が進んでしまうので、こうした密閉容器に入れて豆の鮮度を保つようにしております。なんといってもこの裏面の For Outdoors の文字がかっこいいですよね。調味料類は100均で購入した調味料ケースに市販の調味料を入れ替えて持って行っております。ワイルテックのギアケースにはちょうどこれらを収納できる場所があるので、ここに入れて持っていくことを基本にしています。こちらはモーラナイフのガーバーグブラックカーボンです。バトニング、フェザースティック作り、ブッシュクラフトなどに使用しているフルタングのナイフで、ブレードが黒くかっこよくて気に入っております。詳細はこちらの動画で説明しておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。こちらは高木の楽しみです。木を加工するのに使用するノコギリでございます。こちらもブレードが黒く、色味も自然とマッチするので非常に気に入っております。このギアも詳細はこちらの動画で説明しておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。こちらはオピネルのステンレスシャープ吸盤でございます。こちらは主に食材を切るのに使用しております。折りたたみ式のフォールディングナイフで、サイズも非常にコンパクトになりますし、切れ味も抜群で、見た目もとてもおしゃれなので気に入っております。ステンレスの場合は刃を研いだりする手間もないので、めんどくさがり屋にとっては非常にありがたいギアだと思います。ライトはゴールゼロとパチモンゴールゼロでございます。これは基本的にどんなキャンプスタイルでも使用しております。軽量コンパクトで光量も十分な上、懐中電灯にもなるので非常に重宝しているギアです。こちらも詳細はこの動画で説明しておりますので以下省略です。こちらはデイツのハリケーンランタンです。アルコールランタンはガラスの部分があるので持ち運ぶにはとても困りますが、ワックのソフトクーラーボックスの中の仕切りを調整して動かないようにして持って行っております。クーラーボックスを使用しないときはタオルで巻いて持って行ってるのですが、なんかちょうどいい容器とかないんでしょうか。アルコールランタンはやっぱり手間がかかりますが、 LED より雰囲気が出ていいですよね。野営用にフェアハンドのアルコールランタンを買うか検討中です。ギア沼から抜け出せませんね。こちらはワックのソフトクーラーボックスです。こちらは基本オートキャンプや初夏から晩夏の時のキャンプツーリングが出番となります。おそらく通常のバイクでは大きすぎて使用できないかと思いますが、私の乗っているハンターカブはキャリアが大きいので、ヘンリー・ビギンズのシートバッグの上に積んで持っていくことができます。ハードのクーラーボックスは形に融通が効かないのと重量も結構ありますので、真夏や2泊のキャンプをあまりしない私はソフトクーラーボックスを選びました。これは保冷の要素はもちろんのこと、机としても使える上、食材や飲み物を入れても内容量に余裕があるので、隙間にキャンプギアを入れることができます。壁面がソフト素材となっており、中の仕切りで幅を調整できるので、壊れやすいランタンなどの大切なギアも傷つけることなくぴったり収納することができます。この深い緑色の見た目もかっこいいですし、荷物が入らなくなって困った時の緊急用の受け皿にもなるのでとても気に入っております。こちらはポストジェネラルさんのインダストリアルモスキートホルダーとインダストリアルコイルボックスでございます。これは季節物ですし、荷物になるのでキャンプスタイルによっては持っていきませんが、見た目がとてもおしゃれなので、なんだか持っていきたくなってしまうギアです。積載が限られているバイクキャンプではあまり重宝されませんが、お気に入りのギアは頑張ってでも持っていきたくなりますよね。こちらはベルモントの皮膚希望です。
これは正直荷物を減らしたい方は100均とかの小さい皮膚規模でもいいとは思うんですけれども、私は何回か使用していていつも壊れてしまうのでこちらを購入いたしました。少しかさばってはしまいますが、見た目がとってもかっこいいですし、遠くからも火を吹けるのでとても気に入っております。こちらはブッシュクラフト岐阜エナさんの暇つぶしククサです。これは自分でククサを作ることのできるキットで、私の動画を見ていただいている方はご存知かと思いますが、ソロキャンプでは結構時間を持て余すことがあるので、暇ができた時にこれを削って遊んでいます。なかなか完成しないので暇つぶしにはもってこいです。いつか完成したらこれでコーヒーを飲んでみたいと思っております。こちらはグリップスワニーの G1 です。主に熱いものを持ったり焚き火の準備をしたりするときに使用しております。手袋はかさばらないですし、あると何かと便利なので基本的にいつも持っていくようにしております。詳細はこちらの動画で説明しておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。この四角で囲ったギア、道具はすべてこのワイルテックのギアケースにまとめて入れております。このワイルテックのギアケースはここまで紹介したような細かいギアを全部まとめて入れられるので非常に便利です。荷物を最小限にしたいときはここから必要なギアだけを取り出してモンターニャのギアケースに移して使用しております。これだけの細かいギアをまとめられるので忘れ物をなくすことに貢献してくれております。ここまで紹介したギアをヘンリー・ビギンズのシートバッグに入れております。こちらはベーシックシリーズの LL サイズで拡張機能がついており、サイドを展開するとより多くの荷物を詰めることができます。今回はワックのソフトクーラーボックスにも荷物を詰められますので、拡張機能はなしで使用します。荷物を詰める際は基本的に形がしっかりした大きめのものを下に入れること、キャンプ開始時にすぐに取り出すものを上に置くこと、この上に荷物をさらに積むので一番上が平らになるようにすることを意識しております。またこの日は温泉には行きませんでしたが、私はキャンプの後に温泉に寄ることが多いです。むしろキャンプよりも1日風呂に入れなかった後の温泉を楽しみにしているくらいです。なので温泉に行く場合はタオルと着替えなどを詰め込んだ温泉セットは外に出して積み荷をほどかなくてもいいようにしております。このシートバッグは本当に見た目以上にたくさん物を入れられて、サイドにもポケットが複数ついているのでとてもおすすめです。先ほど申し上げた通り、この上にさらに荷物を積むので基本的に道中でこの中のものを取り出すことは面倒なのでしません。サイドにポケットがついているとレインカバーや三脚、財布や充電器などすぐに取り出したいものが出せるので、そういった際には非常に助かります。ちなみに横から開けることもできるので、小さいものでしたら積み荷を下ろさずとも取り出すことは可能です。このシートバッグに入らないものがあるときはワックのソフトクーラーボックスに入れるようにしております。シートバッグへの収納が完了したら、まずはこのシートバッグをキャリアに積みます。キャリアには100均で購入した滑り止めシートをつけております。ここではキャリアの後ろギリギリにシートバッグを置き、バックルで固定します。最後にポールをシートバッグの上部に差し込みます。固定ベルトをきつく締めることで抜け出さないようにしております。その後、前にできた隙間にワイルテックのギアケースとサーマレストの Z ライトソルを重ねます。シートバッグの上にワックのクーラーボックスを置き、100均のネットを2つ連結、シートバッグとギアケースの輪っかに通して固定します。横からも崩れないようにネットは全体が覆われるように、ネットに緩みがないように固定しております。ワイルテックのギアケースの部分はキャンプスタイルに応じてコットを置いたりテントを置いたりもしています。いずれもこの位置にはネットをくくるリングがついていれば何でも問題ないかとは思います。ちなみに最近気づいたのですが、身長がある程度私はあるのでシートに座る位置がかなり後方になります。サーマレストの Z ライトソルを置いているこの位置はちょうど背中に当たりますので、運転時に余計な不快感を与えないためにもここにはクッション性が高いものを置くといいと思います。また今日くらいの荷物であればあえてセンターキャリアには物を置かないようにしております。理由としてはキャンプ場でゴミを捨てられない場合にシートバッグにゴミを入れてしまうと匂いが移ってしまうからです。また行きでキャンプ場に寄る前に買い出しをした際、ネットを外してまた後ろの荷物を積み直すのは面倒なので、買い出しした食料はここにかけてキャンプ場まで走ったりもします。ちなみに荷物が多くなってやむなくセンターキャリアを使用したこともありますが、走行には問題なくても給油の際に荷物が引っかかって給油タンクが開けづらくなるので注意が必要です。ただ後ろの荷台の安定性を確保したいときはこのようなスタイルで荷物を積んだりもします。基本的にはこれで荷物が落ちたりすることはありませんが、凸凹な道を走ったりするとやはり少し荷物がずれてしまうことはあります。万が一荷物が落ちてしまうと大きな事故にもつながりかねませんので、今後は横からもネットをかけてより安全性を確保していきたいと思っております。
はい、ということで以上がソロキャンプツーリングのギアと積載紹介でございました。実際にソロキャンプツーリングしている動画を公開しておりますので、ぜひそちらもご視聴いただけると、泣いて喜んで喜びのあまり下垂体から流れる生鮮刺激ホルモンが分泌され、私の第6感が開眼し、日々の労働と低賃金で将来を案ずる Z 世代代表の一若者としては大変喜ばしいあまりでございます。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけますと幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。